今回はドラグナーについて、歴代のカードを厳選してまとめてみました。竜が封印された武器や城などを使いこなすドラグナー。彼らは環境にも大きなインパクトを残しました。今回はドラグナーのカードをまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。流派グレンモルト。まず最初に紹介するのは、最初のドラグナーことグレンモルト。こちらはドラゴンサーガ編の第1弾に登場したドラグナーです。コスト6の火のドラグナーで、登場時に火の4以下の、ドラグハートウェポンを1枚装備することができます。一応、文明問わずコスト2以下のドラグハートウェポンを、超次元ゾーンから出すこともできますが、基本的に使うことはないでしょう。というのも、火のコスト4以下のドラグハートには、最強クラスのドラグハートウェポンことガイハートがあります。装備したクリーチャーにスピードアタッカーを与えつつ、ターン中2回目の攻撃に反応して、流解してクリーチャーに、現在でも強力なドラグハートクリーチャーのガイ銀河の登場です。流解時にパワー7000以下の相手クリーチャーを1体破壊し、バトル中パワーが4000プラスされて合計1万3000に、さらに相手に選ばれた時に追加ターンを獲得できます。最低限スピードアタッカーダブルブレイカーの火力もありますし、このカードをいかに早く流解させるか、という点が、当時の環境では重要視されていました。そのためグレンモルトはガイハートを装備できるドラグナーとして、大きく注目されていました。爆流派響き。続いて紹介するのは爆流派響き。こちらも非文明最強クラスのドラグナーです。コスト4の火のドラグナーで、素でスピードアタッカー、コスト3のドラグハートウェポンを装備できます。文明は自分のマナゾーンを参照して、1枚でもある色なら、非文明以外でも装備することができます。が、装備するのは非文明のバトライバー。装備したクリーチャーの攻撃時に山札を1枚めくり、ドラゴンだったら場に出すことができる優れものです。このカードを響きに装備させることで、素でスピードアタッカーの響きがすぐに攻撃して、すぐにバトライバの効果を発揮することができます。そんな響きと相性が良すぎたカードがヘブンズ・フォース。簡単に言うと、響きをコスト2で場に出すことができます。しかも一部のドラゴンを山札の上に置くコンボもあったので、先行2ターン目でゲームが終わることがよくありました。当時はデュエルマスターズ内でもかなり速度特化な環境で、3ターンキルは当たり前、4ターンキルはやや遅めという、今では考えられない環境になっていました。当時の環境はあまりにも壊滅的だったため動画も多く残っています。気になった方は過去の環境について調べてみてください。極流派ヘルボロフ。次に紹介するのは極流派ヘルボロフ。こちらは闇のドラグナーになっております。コスト7のドラグナーで、登場時にコスト3以下のドラグハート、もしくはコスト5の闇のドラグハートを場に出すことができます。このコスト5というラインが絶妙に強力で、コンボとしては、同弾収録のウェルカムヘルを出すことができます。ウェルカムヘルは通称ヘルボロフの実家とも呼ばれていて、登場時、もしくは味方ドラグナーの攻撃時に墓地から、コスト5以下の闇のクリーチャーを出すことができます。この効果を利用して、コンボをつなぐもよし、時にはループを発生させることもできました。特に、このカードを2枚以上場に出すことで、このデッキは非常に強力なパワーを発揮できます。蘇生と破壊を無限に繰り返して、一方的に盤面を固め、ブロッカーを大量展開して相手の猛攻を受け切るなど、いわゆるコントロール寄りのデッキとなっています。今ではインフレについていけず、環境外になってしまいましたが、人気のあるデッキには間違いないので、ぜひ組んでみてください。新流派ヘブンズロージア。次に紹介するのは新流派ヘブンズロージア。こちらはヘルボロフと同じ段に登場したカードですが、あのヘルボロフよりも多彩な活躍をしたカードです。あまりの強さから、一時期殿堂入りに指定されていました。さてそんなヘブンズロージアの効果ですが、コスト7の光のドラグナーで、メインの効果としては、光のコスト5以下のドラグハートを場に出すことができます。こうして場に出すドラグハートの例として挙げられるのは、同弾収録のエンドレスヘブンです。ジクリーチャーが破壊されるときシールド追加をできる効果があり、ヘブンズロージアは学ぶ相互で自分全員に、シールドセーバーを与えることができるので、相手はシールドをブレイクしようとしたつもりが、シールドセーバーで守られて、かつエンドレスヘブンの効果で、むしろシールドが増えてしまうという状況に陥ります。ですが、このカードが最大の活躍を見せたのは、後に登場したカード、ミラダンテ12とのコンボデッキです。ミラダンテ12は自分のドラゴンが攻撃する際に、革命チェンジして場に出すことができる光と水のドラゴンです。ヘブンズロージアはドラグナーでありながらドラゴンでもあるので、ミラダンテ12に革命チェンジすることができます。
また、その際にミラダンテは登場時効果で呪文を唱えられるので、手札に戻ったヘブンズロージアをもう一度場に出し、ドラグハートを展開して盤面有利を作ることもできます。このデッキは攻撃性能も高く、ミラダンテ12の登場時効果で、相手のシールドトリガーをある程度封じることができます。その上、ヘブンズロージアの効果で出したドラグハートで、あらゆるデッキに臨機応変に対応することができます。この性能の高さから、一時期環境トップに躍り出て、そのままヘブンズロージアの殿堂入りや、ミラダンテ12の殿堂入りによってその生涯を終えました。今ではヘブンズロージアは殿堂解除されていますが、肝心のミラダンテ12が環境で大暴れしている上、ヘブンズロージアよりも強力なドラグナーが登場してしまい、今ではすっかり見なくなってしまったカードです。ファイナルユーハロージア。さてそんなヘブンズロージアの別バージョンこと、環境でも多く目撃することの多いカード、ファイナルユーハロージア。こちらのカードは光のドラグナーですが、正直光のドラグハートを装備しているのを見たことはないです。というのも、このカードはさっきの響きと同じで、自分のマナにある文明を参照して光以外のドラグハートでも、コスト4以下のウェポンなら出すことができるのです。しかも、このクリーチャーはシールドトリガーを持っていて、なおかつ素でブロッカーを持っているクリーチャーでもあります。そのため、ある程度自由にドラグハートをつけることができます。例えば、コスト4のドラグハートといえばガイハートがあります。マナに非文明があれば場に出すことができるので、防御よりなロージアを一瞬で攻撃型にすることができます。また、自然文明ならボアロアックスも強力です。ボアロアックスは装備された時に、マナから自然のコスト5以下を、種族問わず場に出すことができます。最近の環境では、カッターカツキングを場に出して、リソースを稼ぎながら相手のクリーチャーを手札に戻したり、インフェルスタージュを出してリソースを大幅に伸ばしながら、禁断の封印を剥がして禁断解放を狙ってみたり、様々な活用ができるカードになっています。他にも、このカードがドラゴンであることを利用して、ヘブンズロージアと同じようにミラダンテ12にチェンジしたり、後に登場したラフルルラブにチェンジしたり、様々な用途で使用されているカードです。汎用性が非常に高いカードで、今後も使われていきそうですので、ぜひ皆さんも手に入れてみてください。ファイナルユーハグレンモルト。最後に紹介するのはファイナルユーハグレンモルト。こちらは現段階でドラグナー最強とも言われているカードです。その効果ですが、響きやファイナルユーハロージアのように、マナの色を参照してドラグハートを装備できますが、この装備の幅がコスト5までと広くなっている上に、場に出た時だけでなく時ターン開始時にも、ドラグハートを装備することができるのです。つまり、毎ターンドラグハートが1枚ずつ増えていくのです。さらに、本人が素でスピードアタッカーを持っていて、光文明を持ったコスト7のドラゴンなので、コスト5の呪文ドラゴンズサインに対応しています。このカードを使用することで安定4ターン目に出せる上、登場時だけでなくターン開始時にドラグハートを装備できるため、場に残るだけで多大なアドバンテージを稼ぐことができます。しかも、ファイナルユーハグレンモルトは場を離れるとき、代わりにドラグハートを超次元ゾーンに置くことができます。つまり、生半可な除去程度ならいなすことができる上、毎ターン除去耐性が回復していくので、想像の100倍除去できない存在になっていきます。しかも、ただ除去耐性が増えていくだけならまだしも、ドラグハートには無限の可能性があるため、例えば、登場時は相手のクリーチャーを除去する、バトル系のドラグハートを装備させて、開始のターンでガイハートのような攻撃的なカードを採用し、詰め切れなかったとしても、ファイナルユーハグレンモルトは、ドラグハートがある限り無敵に近い存在なので、永遠にドラグハートを装備し続けるクリーチャーを、長い間放置しなくてはいけない状況を強要されます。場持ちの良さが異次元なのに、場に残すとほぼ負ける、そんな圧倒的な理不尽感がこのカードの象徴的な存在なのです。ちなみにこのカードは登場当初あまり注目されていませんでしたが、実際使ってみたら異常なまでに強かったという、期待値がうなぎ登りのすごいカードになっています。デッキ限定のカードだったので当時は高額でしたが、今では再録も繰り返し行われて、値段も落ち着いているので、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。今回は、サムネにもなっている最強の竜使いドラグナーについて、小ネタを交えながら紹介してきました。ドラグハートの選択肢が多い分、ドラグナーの選択肢も多く、アドバンスフォーマットの難易度を上げている原因でもありますが、
それだけこのゲームを楽しくしている要因でもあるので、皆さんもぜひ調べてみてください。皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。